11段目からは編み図でちょっと説明させてもらいます。10段目まで編み終えました。こっちからこう来て、最後細編みの増し目で終わって引き抜いて終わりました。そしたら今度また鎖2目で立ち上がって、前段の引き抜いたところの目に中長を1回編みます。そしたら1目飛ばして中長2回、1目飛ばして中長を2回、1目飛ばして中長を2回、1目飛ばして中長を2回、全部で1,2,3,4,5回中長2回を編んだら、6回目は中長2回を続けて編みます。また1目飛ばして中長、1目飛ばして中長、1目飛ばして中長、このように中長2回を5回編んだら、6回目は中長2回を続けて編みます。2、3、4、5編んだら6回目中長でずっと来て、最後中長2回を続けて編んだら、最初の目に糸を引き抜いて終了します。12段目は、細編み、鎖1目で立ち上がって前段の引き抜いた目に細編みを編み入れてから、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12、全部で13目細編み編んだら増し目、13目細編みを編んだら増し目、これで繰り返していきます。最後13目編んだら細編み2回で終了します。今度13段目は、立ち上がり鎖2目編んだら前段の引き抜いた目に中長を編んで、1,2,3,4,5回、1目置きずつ中長2回を編んでいきます。なので全部で1,2,3,4,5,6回中長2回を編んだら、7つ目は中長2回を続けて編みます。また1,2,3,4,5,6,7つ目は中長2回、これを続けて繰り返し編んでいきます。で13段目も最後中長2回を編んだら、最初の目に糸を引き抜いて終了です。14段目の細編み、また編み地をひっくり返して編んでいくんですけど、14段15段は、
増し目はありません。なので、14段は、96目細編みをずっと増し目なく編みます。で15段も、増し目なく1目おきずつ、中長編みを2回編み入れていきます。15段目も96目全部で編み終えます。16段目また、増し目をするんですけど、16段目は、細編みですが123456789101112131415目細編みを編んだら増し目123456789101112131415目編んだら増し目を編んでいきます。で最後また、増し目で終えたら糸を引き抜きます。これで、102目になります。17段目は中長編みで編んでいきます。17段目は1234567、中長編み2回編んだら8個目は続けて中長編み2回を2回編みます。また1234567回中長編み2回を編んだら8個目中長編み2回を続けて編んでいきます。でまたずっと来て、中長編み2回を続けて編んだら最初の目に糸を引き抜きます。これで108目になります。そしたら18段目からはかぎ針4号で編みました。増し目はありません。18段目細編み増し目なく108目編み、19段目は中長編みで中長編み2回を1目飛ばしながら1目ずつ1目飛ばしながら編んでいきます。で28段目まで来たら今度はブリムつばの編み方になっていきます。つばの編み方はまた先ほどの編み方と同じような編み方でそのまま続けて編んでいくんですけど、交互に中長編みと細編みで編んでいきます。今度はブリムの1段目は、中長編みになりますので中長編み2回を4つ目に編んでいきます。残るかな。これが出来上がりの帽子ですけど、
ち上がり鎖2目編んで中長1回編んで1目飛ばして中長2回1目飛ばして中長2回、これで3回中長を編んだら4回目は中長2回を続けて編んでます。1目飛ばして中長2回1目飛ばして中長2回1目飛ばして中長2回編んだら1目飛ばして中長2回を続けて編みます。このように4つ目中長編み2回を続けて編みます。それで120目になります。で2段目は細編みでまた折り返して編んでいくんですけど、10目めに増し目をしていきます。9目細編みを編んだら10目めに細編み、2回編み入れていきます。そうすると32目になります。で次3段目は中長編みで、5つ目が、中長編みの増し目になっていきます。たら、144目になります。次は細編み12目めを増し目で編んで156目になります。5段目6段目は、増し目なく編んでいきます。5段目中長編みで編んでいって6段目は細編みでいずれも156目編みます。7段目は中長編みで6つ目のところ増し目になっていきます。中長編み2回を6つ目続けて編んでいきます。168目になります。8段目は細編み9段目は中長編み、いずれも増し目なく168目編んでいきます。10段目、細編みで14目めを増し目していきます。で180目編んでいきます。最後、細編み増し目なく180目編んでいくんですけど、ここでプラスチックの針金を編み入れていきます。はい、そしたらブリブの11段目、このような、プラスチックの針金、手芸店とかに売ってると思うんですけど、これをワイヤーの部分に熱収縮チューブ、ちょっとサイズが違うんですけど、このようなチューブがあるんですけど、これを、2、3センチカットして、こちらに最初に入れます。そしたら、3センチぐらいのところで折ってこのように、ねじ曲げて
最初に入れたチューブを、こちらにはめ込んで、ドライヤーをかけると収縮するので、それでぴったりこうくっつく形になります。でここの輪の部分はかぎ針が入るようにサイズを調整するようにしてください。このようにちょっと見えづらいんですけど、チューブをつけました。このワイヤーの付け方はいろいろあります。このように熱収縮チューブでつける場合と、ただチューブでこうドッキングさせる、チューブ自体がしっかりワイヤーの、機能を果たしていて、こう折れないように丈夫なチューブでこうドッキングさせるので、こういう形にしなくても、ただこうワイヤーとワイヤーをチューブでこうドッキングさせるっていうタイプのものもあります。こちら太いワイヤーなので、最終段だけに編みくるむ形ですけど、これよりもっと細いワイヤーの場合は、ブリム、のこの付け根の部分からもうワイヤーを編みくるんでいかないと、このピンとこのワイヤーが張ったような形にならないものもありますので、そのワイヤーの太さによっても種類によってもワイヤーの付け方が違ってくるので、自分の持ってるワイヤーが、どういうものなのかを見ながらつけていただきたいと思います。では編みくるんでいきたいと思います。立ち上がり鎖1目編んだら、目に針を入れて輪にかぎ針に通します。そしたら糸を引き出して細編みを編みます。そしたら次の隣の目に針を入れて、上から糸を引き出して細編みを編んでいきます。目に針を入れてワイヤーは上に置く形でこのように編みくるんでいきます。増減なく細編みでワイヤーを編みくるんでいってください。このように編んでいきます。ワイヤーを入れて1段編んできました。そしたら1回こ
しごく感じでこのように形を整えたいと思います。そして、この段の境目で編み終わるのではなくて、もう少しここが段の始めですので、もう少しこのように編みくるんで2段目に行く感じで編みくるんでから10センチぐらいいったところで留めていきたいと思います。こっちの端もこのように輪を作って、熱収縮チューブでここに留めてあります。で一回このように、段の境目で糸を引き抜いて立ち上がり鎖1目編んでこのように針を目に入れて上にワイヤーを乗せて2段目を編んでいきます。ちょっと糸端がなくなったのでついでに糸端の付け方もやります。最後糸を、引き抜くときにこのようにつける糸を持って引き抜きます。そしたらこの両方の糸端を持ってワイヤーも入れてこのように糸端も編みくるんでいきます。ワイヤーの輪のところまで来たら最後ワイヤーの輪に針を入れて糸を引き出して細編みを編みます。そしたら、ここで終わるんじゃなくって2段目の最後まで細編みをきつくならないようにこうゆったりとした感じで編んでいけば締めをしないでそのまま細編みを編んでいっていいと思います。これでワイヤーが入ってない状態で段の終わりまでいってください。こんな感じでなります。はい、ワイヤーを編みくるんで2段目の途中からワイヤーを入れずに編んできました。これで最後の目を編み終わったところです。そしたら糸を引き出してとじ分だけ残して糸をカットします。
11段12段を編んできたんですけど、もし糸が足りない場合は10段目からワイヤーを入れて、で11段で途中までワイヤー入れて、あとはワイヤーを入れずに細編みで編んできて終わるようにしてください。そしたら、段の最初の目に針を入れて、最後の目に針を戻して、このようにチェーンにして裏側から糸を閉じます。一回戻るような感じで、このように閉じてください。そしたら糸端を切って、あとは編みくるんだ糸端もカットして、ちょっとブリムのとこだけ前の、編みくるみ方と変えたので、糸端もうこちらの中心の糸端とかは始末しちゃってあります。もし、糸端の始末の仕方がわからない場合は、帽子の他の動画とか、こちらの動画始末してるのあるかちょっと確認してないんですけど、そちらをご覧ください。はい、これで、こちらが編みくるんだ部分になります。ここが重なっている部分です。これでこうワイヤーの境目がこう折れずに綺麗に形ができたと思います。ご視聴ありがとうございました。